皆さんこんにちは、豊明久之介です。今日は MBTI をやってみたいと思います。僕結構 MBTI、今までもやったことあるんですけど、実際にこれやってみて、僕の選択肢とかをみんなに見てもらってね、どういう人間なのかっていうのをみんなに知っていただこうと思います。すいません寝起きでやっていくぞ。1問目、定期的に新しい友人を作っている。そう思わない。単純明快なアイデアよりも複雑で斬新なアイデアの方がワクワクする。そう思う。事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる。そう思わない。自分の生活と仕事の空間は清潔で整理整頓されている。そう思わない。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。そう思う。人脈を広げたり見知らぬ人に自分を売り込んだりするのはとても大変だと感じる。そう思う。仕事に優先順位をつけ効率的に計画を立て期限よりかなり前に完了させることが多い。そう思わない。数字やデータより人々の物語や感情の方があなたに力強く響く。うわ難しい。場合によるなこれ。そう思う。予定表やリストなど整理管理ツールを使うのが好き。そう思わない。些細なことでも間違えると自分の能力の知識全般を疑ってしまう。そう思わない。事前のアレンジなしに自分が興味のある人のところへ行って話しかけるのは簡単。そう思わない。クリエイティブな作品のさまざまな解釈についての議論には興味がない。そう思わない。行動方針を決めるとき、あなたは他の人の感情より事実を大切にします。そう思うかな。どっちかというと何も計画を立てずに一日を過ごすことがよくある。そう思う。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。そう思わない。チームで何かをするのが好き。そう思わない。未経験の新しいアプローチを試すのは楽しいと感じる。そう思う。完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先する。うわどっちだろうねこれ。場合によるけどな。思いやりの方が重要かな。そう思う。新しい経験や知識を積極的に追求する。そう思う。物事が悪い方に向かうのではないかと心配しがち。そう思わない。グループで行う趣味やアクティビティより一人で行うものの方が楽しい。そう思う。仕事として架空の物語を書いている自分は想像できない。いやそう思わない。感情的な面を多少無視しても効率的な決断を好む。うわ感情的な面を無視してでも効率的な決断を選ぶ。いやそうじゃない気がするな。そう思わない。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。そう思わない。意見の相違がある場合、他人の感情をいたわるよりも自分の主張を証明することを優先する。いやそう思わない。社交の場では大抵最初に他の人が自己紹介するのを待つ。そう思う。とても急に機嫌が変わることがある。そう思わない。感情的な議論には簡単に動かされない、です、はい。ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを言うことが多い。最後にいやそうじゃないな。倫理的なジレンマについて議論するのが好き。そう思う。一人でいる時より人と一緒にいる方が好き。そう思わない。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりする。理論的になると退屈に感じる。そう思わない。事実と感情が相反する場合、大抵は自分の心に従う。うわーむずいな。事実に従うかな。自分の心に従わない。仕事や勉強のために一定のスケジュールを維持するのは難しいと感じる。そう思う。習慣をづけるのがむずいみたいなことですよね多分。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。そう思わない。友達は自分を活発で社交的な人間と言うだろう。そう思う。文章を書くなどさまざまな創造的表現に惹かれる。そう思う。通常感情的な印象よりも客観的な事実に基づいて物事を決める。どっちだろうね。本当に場合によるんだよな。決めるときは事実に基づくかな。はい。一日のやることリストを作るのが好き。そう思わない。
不安はほとんど感じない、そう思う。電話はかけないようにしている、そう思う。馴染みのないアイディアや視点の探求は楽しい、そう思う。さあ、あと2割ぐらいで終わりですね。初対面でも簡単に相手と理解し合うことができる、そう思わない。計画が途中で中断された場合、できるだけ早く軌道に乗せることが最も重要だ、そう思う。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている、そう思わない。将来の世界の様子についての理論的な議論にはあまり興味がない、そう思わない。あなたは感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている、そう思わない。意思決定をする際、最も理論的で効率的な方法よりも当事者たちがどう感じるかを重視する。これ結構そうかも。そう思う。あなたの仕事のスタイルはきちんと着実に努力ではなく、自然発生するエネルギーの爆発の連続に近い。難しい。いや、きちんと着実に努力だろう。誰かに高く評価されると、その人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるのか考えてしまう、そう思わない。ほぼいつも単独で作業する仕事は魅力的だ、そう思う。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う、そう思わない。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好き、そう思わない。ある決断が自分にとって正しいと感じれば、それ以上の証拠を必要とせずに行動する。いや、そう思わないかな。もうちょっと探ろうぜなあ。精神的にいっぱいいっぱいだとよく感じる、そう思う。一つも手順を省くことなく順序を追って念入りに物事を行う、そう思わない。明確な手順を踏まなければいけない仕事よりも創造的な解決策を考える仕事を好む、そう思う。意思決定をする際は理論的な推論よりも感情的な直感に頼る傾向がある。理論的な推論の方が多い。締め切りを守るのが苦手、そう思う。自分に関連する物事はうまくいくだろうと自信がある、そう思う。結果を見る。お、僕今までやってたのと違うのが出ました。ほとんど一緒ですけど、私の性格タイプ、論理学者 INTP です。はい。初めて出た。何が違うんだろう。最初のアルファベット I か E は圧倒的に 92% 内向的って出てますねで、直感型 100%、 そして思考型 53%、 探索型 78%、 アイデンティティ自己主張 75% だって。真ん中の感情型か論理型っていうのが今まで僕 INFP だったんですよ。今回は INTP で F と P のこの揺れ動きがあったみたいですね。面白い。でもほぼ真ん中にいますわ、思考型 53% だから。INTP なんだね、僕はね。性格特性、高い認知能力が間違いなくあなたの強みなのですが、そのせいで他者とのやり取りで問題が生じることもあるでしょう。INTP のあなたは主体性と自律性をとても重視し、独自のやり方や興味に沿ってマイペースに仕事をすることを好むタイプです。なるほど。仕事面では知的な課題に取り組み、複雑な問題を探求できる環境で活躍しやすいでしょう。科学研究、ソフトウェア開発、データ分析、哲学的探求などらしいっすよ、僕。自らの論理的かつ体系的なアプローチを活かせるので魅力を感じることが多いでしょう。人間関係、恋愛関係、プラトニックな関係、家族関係においてあなたは深みと誠実さ、そしてユニークな視点をもたらします。知的な相性を重視するタイプなので、刺激的な会話を交わし、あなたの抽象的な思考を評価してくれる人と強い絆を育むことが多いでしょう。知的だっていいね。でも感情よりも論理を優先する気質のせいで人間関係がこじれてしまうこともあります。だって、相手の感情的なニーズを理解し、それに応えるのが苦手なこともあるので、無神経または冷淡だと思われる可能性もあります。つぶやいて冷めた面して歩く。
そんな感じらしいですね。いかがだったでしょうか。僕は論理学者 INTP でした。なんか僕結構言われるのが、いつもバーってやるとだいたい INFP が出るんだけど、戸谷君って I なんだって言われることが多くて、その一番最初のアルファベットが I だと内向的っていう結果なんですけど、なんか結構人に明るいって思われてるみたいで、何なんですかねそれってね。ちょっと気になりますね。結構 E に見られる、 I の逆が E なんですけど E に見られるんですよね。なんかそういう一面もあるのかな。一回でも ENFP になったこともあるんで、もしかしたらそこも狭間にいるのかもしれないですね。面白い。なんか何回やってもいいですね、この MBTI っていうのは。そんな感じです。さあ皆さんの MBTI も聞かせてください。ということでありがとうございました。おはよう。